どうも、バーブリュート研究所のブリュートです。今日は響きやります。一般的に手に入るジャパニーズハーモニーと、こちら多分手に入らないらしいんですけど、業者専用ですね、ブレンダーズチョイス、これの味見の比較と、あとはこの12年、手に入らない12年と17年で21年と30年の飲み比べを行います。で、時間も邪魔くさいんでさっさといきます。まずこれブレンダーズチョイスと、これジャパニーズハーモニーですね。これをストレートで飲み比べます。グラスはこのスタンダードのグラスに入れます。これジャパニーズハーモニー。よいしょ。ブレンダーズチョイス、よし、これ色ですね。色わかりますか？色ちょっとアップできる？色これジャパニーズハーモニー、これブレンダーズチョイス。こっち10年の原酒使われてます。10年以上をブレンドしたブレンデッドウイスキー、こっちは15年ですね。なのでこっちの方が色が濃いはずなんですけども、ほとんどわからないかな。よし、少しこっちの方が色が濃いですね。あと涙、わかるかな。涙、これ涙ですね。これがこっちの方がやっぱ早いですね。なのでブレンダーの人は嘘はついてないと、こっちの方が古いってことですね。よくちょっと飲んでみます。甘い。ちょっとチェイス味ビール飲みます。こっちブレンダーズチョイス入ってますね。いや、これいいよ。コストパフォーマンスは高いよ。これとこれと飲み比べてどっちが美味しいかっていうのは正直好みです。全くこっちの方がちょっと濃厚なのかな。こっち少し当たりはタッチで優しいですけど、でも普通にこれ多分5000円から6000円ぐらい、こっちが1万円ぐらいなんですよね、仕入れ価格。あんまり言ったらダメなんですけど、業者のやつなんで倍ぐらい値段が違うんですけども、正直倍ほどの差はないですね。でもウイスキーの世界はそんなもんなんで。で、次これ実はこのジャパニーズハーモニー、今レギュラーで出てるやつが、昔はこの12年っていうものがあったんですけど、これ2015年に廃盤になってるんですよ。で、これがこのジャパニーズハーモニーになってるんですね。こっちかな、こっちかな。これの後継としてこれが発売されたと。で、これとこれの飲み比べをちょっと行ってみたいんですけども、個人的には僕はこの12年の方が好きだったんですけどね。これハイボールにめちゃめちゃ合うんですよ。で、なんでハイボールに合うかというと、これ梅酒ダルでフィニッシュしてるんですけど、その梅酒ダルの酸味がすごくこの
ハイボールにマッチするんです。だからもしどっかお店でこの12年が残ってる店があったら、これでちょっとハイボールを飲んでいただきたいなと。ちょっともったいないですけどね、希少なんで。ちょっとビールをチェイサーに。そうです、涙です、涙なす。ちょっとアップしてくれるこれ。あと色もやっぱし12の方が濃いですね。で涙もこっちの方が落ちないですね。色これブレンダーズチョイスとしてもやっぱり12年の方が濃いですね。じゃあこれちょっといただいてみます。うまい、うまい。やっぱこの昔あったこの12年後口がすごいスッとこう消えますね。こっちはちょっと大引くというか、こっちの方が高級感はあります。12年は安かったんですけどね、今のこのジャパニーズハーモニーよりも。でこっち12年の方がうまい。まあまあ原酒がね少ないんで頑張った挙句のこれって感じなんでしょうか。で次17年いきます。17年はこのブレンダーズチョイス、これですね。ブレンダーズチョイス、もともと17年がレギュラーで、響が初めて出たのが1986年かな。間違ってるかもしれないですけども、それぐらいなんですよ。でこれが一番最初に出た響きで、そこからずっとこれだけしかなかったんですけど、21と30年が出て、で原酒不足ということで、確かいつかな、廃盤になったんですけども、今終売でないんですけど、それからこのブレンダーチョイスが出て後継として、でこれはもうバー専用、いわゆる業者専用なんで一般では手に入らないみたいです。ネットでは買えるらしいんですけど、できればサントリーからするとね、ネットで一般の消費者には売ってほしくないっていうものなんですよ。でこれが15年を中心に使われていて、こっちは17年以上のものを使ってるんですけど、この17年よりも美味しいぞと言ってるこのサントリーは言ってるんですけど、ちょっといかに美味しいのかちょっと試してみたいと思います。でもこの17年からはちょっとね、これマイケル・ジャクソンさんのグラス知ってる？踊る人ちゃうで。これマイケル・ジャクソンさん、これねマイケル・ジャクソンっていうね、そのウイスキーの巨匠がいるんですけど、その人がいかにウイスキーを美味しく飲むかで作ったグラスなんですよ。で実際こう蓋付きなんですけど、3つあるうちの1つちょっと蓋がねどっかなくなってしまいまして、多分スタッフがパクったのかなと僕は思ってるんですけど、これちょっとねせっかくなんでいいグラスで飲んでみたいなと。いやでも17年は久々なんで、こういう動画を撮ることがないったら飲まないですね。あとお客さんにもあまり出したくないですね。でこれちなみに今なんかネットで7、8万かな、6万円以上で取引されてるらしいんですけども、もう手に入らないやつですね。これとせっかくなんでこの15年との涙を比べてみましょう。10年かな。これはもう論外ですね。美味しいけど。わかりますかこれ。やっぱ落ちないですね。12年が先落ちて、こっちがその後でこれですね。サントリー嘘ついてないですね。12年でしょ、これ15年でしょ、これ17年。嘘ついてたらこれがもっと早く落ちるんですけど、ちゃんとさすがサントリーきちっとしてますね。こんなことばっかり言ってるとサントリーに怒られるんですけど、じゃあ飲み比べてみます。ちょっとビールチェイサー。
うまい、甘い、ダークチョコレートで後味すっきり。いや、まあぜひもしバーでこの17年残ってるところがあったら飲み比べてほしいんですけど、うまいです。17年うまいです。この最初にね、わかるかなこれ、バーボンで僕よく最初ボンドの香りって言うんですけど、ボンドの香り、これもしかするとこれ17年バーボンダルもちょっと使ってるのかな。バーボンダルフィニッシュのやつを使ってる可能性ありますね。このボンドの香りが若干するんですよね。これがもうすごく濃いな、美味しい。いやー、サントリーさんこれちょっと17年もう一回出してほしいですね。残念ながらブレンダーズチョイス頑張ってるんですけど、やっぱりこの17年よりもいやまあ15年なんで2年少ないだけでこの差はちょっともう一回出してほしいな。17年、まあそのうち出るでしょうけどね。よし、次ですね。さあここからが本番です。まあこれ比較的また手に入るらしいんですけど、21年もうすでに飲んでるんですけど、これちょっと飲んでみます。これもマイケル・ジャクソンとのことです。今度は蓋付きで飲みますね。しょっちゅうさ。ちなみに今カメラ撮っていただいてる子は響ちゃんっていう子なんですけど、まあ本名なんですけどね、偶然なんですよ。まあ小ネタです。よし、これ21年、僕個人的にはもう最初にもう結論から言うとあんまり好きじゃないんですよ。なんかね、響シリーズの中で21年だけがちょっとね、なんか針のようなツンとくるんですよね。せっかくなんでこれもちょっと涙をね、これ17年涙。あれ21年の方が涙落ちるの早いぞ。分かりにくいな。でもまあこの涙、これ映ってるのかな。このね21年ってこの本当の涙になるんですね。これダマになる。このダマになるっていうのがやっぱり古い証明なんで、まあ、サントリーさん嘘はついてないですね。17年21年で、これ21年30種類以上の、21年以上の原酒とグレーウイスキーをブレンドしてる、いわゆるブレンデッドウイスキーなんですけども、まあ個人的に何回か飲んでるんで分かってるんですけど、ちょっとね、まあ、飲んでみます。これでもまああれでも許せるな。前飲んだ時こんなちゃうかった。でも最初にこのちょっとねピリッというのがあるんですよね。21年はなんでやろうな、山崎を原酒に使ってるからかな。山崎は結構針のようにピリッとくることが多いんですけど、あと水ならの特有のこのタルコかな、水ならの、水ならダルっていうのを木を使ってるんですけど、ジャパニーズオークって言われてるんですけど、でもまあ今思ったらイメージがやっぱ美味しいな。これ17年。でもやっぱ個人的には17年の方がいいな。さてと、もうそろそろ飽きてきたのでさっさと30年飲みます。これ30年ですけどね、これ
これ今の30年はこれじゃないんですよ。茶色いちょっと革っぽいやつなのかな。まあ正直これよりも安っぽいんですけど、これね金箔になってて、見てくださいこれジャーンっていう、すごいね、サントリーさん頑張った感すごい。中もこの金箔ですよこれ。うわもうしかも開いてますけどね。まあまあ普通にうち売ってるんで、これを飲みます。うわすごいな、久々に開けたな。観音開きですよね。ちょっと年配の方は嫌になるような感じの開け方なんですけど、これ鏡クリスタルさん、まあ、日本代表するこのグラスとか作ってるメーカーなんですけどね、そこがまあ作って、このカット見てください。一応ね30年ということで、これ30カットですよ、30カット。ちなみに響きっていうのは、響く、オーケストラだからいろんなブレンドのウイスキーを融合させて、オーケストラの一体感を出すウイスキーという意味で作られてるはずです。多分今ちょっとそんなことを聞いたことがあったんで言ったんですけど、もしかしたら間違ってるかもしれないです。これね、岩井さん、これ金箔、金かな、これ分かる？これすごいよ。なんかこっちのでもすごいな、顔映るなこれ。すごいよこの金箔。今久々に見たけど、ね、安っぽくないもんね。これ多分ほんまの金箔を貼ってるのかな。これ今どうなんでしょうね。この箱入りはちょっとオークションだけ書いたらえらい金額なのかな。これはもう店に置いてないです。うちの研究所の特別倉庫の金庫の中に入れてますので、うちちょっと泥棒入ったとしてもないんで、泥棒さんないですよ来ても。ということでこれちょっと飲みますね。マイケル・ジャクソンさんのグラスで。よし。よいしょ。いや緊張するな。僕もこれはね3回ぐらいしか飲んだことないんですけど、うわ見てください、これ分かりますか。これもうこっちの方が量入ってるとはいえ、これ21年ですよ。21年とのこの差、9年でこの差か。いやバーテンダー、僕たちバーテンダーの中で響き着色してるんじゃないかっていう噂はあるんですけど、でも30年ですからね、普通にこれぐらいの色が濃くなるのがあるんでしょうね。これちょっと涙を。あれ30年すっげえ涙すぐ引くんやけど、あれどういうこと？これ今アップしてる？映ってるから、これ21年です。21年ね。こうやります。これ分かるかな。この涙もうこっちすぐ消えるんよ。ほらこっちまだ残ってますけど、こっちねないでしょ。すげえ、ジャパニーズハーモニー以上に早い減るのが。これ涙ネバットになった方が古いって言われてるんですよ。ワインでよく使われるんですけど、ウイスキーも基本的には似たような感じなんですけど、大丈夫か30年。この結果は意外やったな。でもウイスキーの古さとかって涙だけで語れないので、ちょっとフォローしときますね、サントリーさん。でもすごいな。ただ涙のこの減り方が他のやつと違う。これさっきのやつなんですけど、まだこの辺残ってますけど、てんてんてんって引き方が早すぎるな。なんでやろう。飲みますとりあえず。
うんうんうん面白くない。30年は面白くない。なんやろこれね、女性に飲ませたら多分一番これが美味しいって言うんですけど、まあまあ女性もねもっとこうハードなウイスキーが好きな人もいるんで、まあ、これ女性と男性っていうのも今の時代はまあ良くないんでしょうけど、この中で一番ね何の特徴もないというか非常に飲みやすすぎるという、まあ、お水を飲んでるような感じっていう表現が一番この中で合うんですよね。癖がない。なのでこれ水割りにしても全く癖がないのでそのまま飲めちゃう、いわゆる水のようなウイスキー、それがいいのかどうかわからないんですけど、ただ日本のウイスキーって今この30年もそうなんですけど21年がまあ一番よく賞を取ってるんだけど、まあ、世界で一番まあまあ有名ウイスキーチャレンジだったかな、あるんですけどね、そういうのがあるんですけど結構金メダルを取ってるんですよね、この30年と21年で、まあ、17年も取ってるんですけど、この30年21年はちょっとまだ、ね、ウイスキーの、まあ、特有のこう、まあまあ、普通のウイスキー知らない方の表現で言うとウイスキーやなっていう、まあ、まあ香りとかアルコールのツンというのがあるんですけど、この30年はないんですよ全く。っていう、これに今確か定価ベース、まあまあこれ仕入れ価格を言っていいのかな、まあでも20万円近い仕入れ価格なんですよ、普通の、定価でね、定価で僕たち業者も正直その金額で今入らないんですよ。もう3、40万円ぐらい出さないとこの響き30年、まあ、入らないんですけど手に。ただこれまあビールの方が癖があるなっていうぐらい本当に癖がないです。でサントリーが目指すこの響きの目指すところというのは多分こういうやつですね。いわゆるその誰でも飲め誰でも美味しいっていうのをまあまあコンセプトに多分作られてるんですよね。なのでこの30種類以上の30年の原酒をブレンドしたりとかして作られる味がいわゆるこれが頂点で、まあ限りなくこう透き通った癖のないウイスキー、これを目指してるっていうことだったらこのやっぱり30年が一番頂点かなと。で17年、まあちょっと並べますね、まあ、総評ですね。これ30年21年、これブレンダーズチョイス、これジャパニーズハーモニーか、これか17年、こうですね。まあ、ここの2つは手に入らんでちょっと後ろにしといてと。で今多分一般市場で手に入るのがこれとこれとこれなんですけど、これまあ基本的に癖がないようないわゆる誰でも飲めてなおかつ美味しいっていうウイスキーを目指して作られてるとは思うんですけど、ブレンドされてるんですけど、こちら結局この辺甘くてスッとこう尾が引くなのでこれとこれ似てるんですけど、これとこれがまあ兄弟のような感じでね、でこれとこれがちょっと似てるんですよ、作り方としては。なのでまあ多分サントリーもそんな公表しないんでしょうけど、ブレンダーの人の好みもあるんでしょうけど、限りなくまあ癖がないような開発をしようとしてるのはこれだと思います。ジャパニーズハーモニー、一般で手に入るのがジャパニーズハーモニーなんですけど、多分こいつがね響き頂点のこの味30年により近づこうとして頑張った結果のウイスキーだと思うんですよ。なのでコストパフォーマンスで言ったら多分このジャパニーズハーモニーが一番高いと思います、まあ、響き好きの中では。で響き21年ってさっき言った通りちょっとこうツンとくるような感じがあって、いわゆるそのウイスキー好きな人がウイスキーやなっていうこのなんというのかな、ウイスキー特有のこのいろんな複雑な香りとかそういうのは多分この21年なんですよ。でこれがねこのブレンダーズチョイス、まあ、この17年もそうなんですけど、これとこれがねやっぱり似てるんですよね。まあ、この12年に限ってはちょっと、まあ、手に入らんで今さ言ってもしょうがないんですけど、最後梅酒の樽でフィニッシュしてるので酸味があるんで、まあ僕たちバーテンダーの中ではもうこれハイボールに使うと最高なんですけど、まあこれがまあこれは例外ですけどね、これがまあ好きでした。なので兄弟としては
こうですね、こうですね。なのでこの一般市場で出回ってこの今ジャパニーズハーモニーは非常にこの30年結構近いので意外かもしれないんですけど、このジャパニーズハーモニーおすすめです。30年似てます。まあそこまでそっくりではないんですけど、ちょっと飲んでみようかな。これでしょ、これとこれとこれやな、これね、まあ色も全然違うんですけど、これ30年、あ、こっちやな、これジャパニーズハーモニー。これ30年。ああ、似てます。似てます。いや、まあそっくりではないんですけど、方向性がそっくりなんで似てます。なので一般で手に入るこのジャパニーズハーモニーを飲んでる方々、まあ機会があったらね、30年バーでどっかあったとこをショットで飲んでいただきたいけど、このワンショット多分普通だったら2万から3万円します。もっとするのかな、もっと高いですからね、ワンショットでも普通の定価で入って仕入れられてるバーだったら、2万円、ワンショット2万円で飲めたらまあ良心的だと思うんですけど、飲んでみてください。これと飲み比べたら分かるんですけど、正直まあそこまでのこれだって10本で5万円、20本で10万円、40本、50本、60本ぐらい、これ60本ぐらい買ってようやくこれ1本ですからね。そう思ったらこいつはすごいよ、こいつは。なので今日僕も響きそんなに好きじゃなかったんですけど、自分でこれやりながらバーテンダー人生ですごいいい勉強になりました。総評としては17年が一番好きです。でもこのジャパニーズハーモニーブレンダーズチョイス、バーテンダーの、バーテンダーなんですけど、普通だったらねこっちバー推しなんですけど、非常に素晴らしい、サントリーさんやったなっていう。ただこのブレンダーズチョイス美味しいんですけど、いや17年ちょっと復活させてください、お願いします。ということで今日はちょっと響きをやらせていただきました。またチャンネル登録していただければ1000人超えたらちょっとなんか響きのいいやつとかね、ちょっとプレゼント考えてますので、その辺はなんかこう口約束じゃなくってちゃんとなんかこうね、誰か抽選で1人いいお酒をちょっと提供したなと思ってますので、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもブリュット研究所のブリュットでした。また試乗よろしくお願いします。以上です。